2023年8月14日、伊藤匠当時六段は、竜王戦挑戦者決定3番勝負第2局で、永瀬拓矢王座に勝利し、2連勝で藤井聡太竜王に挑むことを決めた。竜王挑戦により6段から7段へと同日、昇段した。2010年11月、伊藤匠七段は小学2年生、JT 子ども大会東京、低学年の部で優勝した。たっくんは小さい頃から強豪で有名だった。それから13年の時を経て、未来を嘱望される俊英棋士は、藤井聡太竜王名人との同学年対決に臨むこととなった。そこで、今回は、将棋世界2022年12月号に掲載された、当時伊藤匠五段のインタビューコメントを抜粋した動画をお届けします。それではどうぞ。伊藤さんの誕生日は2002年10月10日で、今年20歳になります。一つの節目だと思うのですが、感想はありますか？20歳になったからといって生活が変化することはそれほどないので、実感はあんまりないんです。自分は15歳で高校を辞めて、それから結構時間も経ったんですけど、もう20歳になるのかという考えみたいなものはあります。年齢を意識することはあまりなかったので。合格できる小論文の書き方がよくわかる。書けるようになる。クベルナレッジアカデミー。年齢の話をしましたけど、伊藤さんは藤井聡太竜王の次の最年少棋士の時期がしばらくありました。最年少棋士というのはどういうお気持ちだったのでしょう。そこを意識することは全くありませんでしたし、そう言われてもピンとこなかったです。同学年の藤井さんは自分より4年早く棋士になられていて、誕生日の差で自分が最年少になっていただけなので。10月に17歳の藤本渚四段が最年少棋士になりました。伊藤さんは2番目に若い棋士ですが、感想はありますか？若い方が棋士になってくれた方が将棋界の活性化というか、盛り上がると思います。今回の三段リーグで10代の棋士が誕生しないと、自分が20歳になることで10代の棋士がいなくなってしまうので本当に良かったです。これからは伊藤さんも年下と戦うことが増えていきますね。やっぱり奨励会の時から、年下には負けたくないという気持ちはありました。今後もそれは続いていくと思います。将棋界が大きく変わったことの一つに AI の存在があります。伊藤さんが AI に最初に触れたのはいつ頃でしたか？確か奨励会の初段だったので2015年くらいでしょうか。それからはずっと活用しています。初めて触れた時にどういう感想を持ちましたか？当時は電王戦などがあって普通に AI が強豪棋士に勝っていたので AI が強いことはよくわかっていました。だからソフトの読み筋や評価値も最初から抵抗なく取り入れることができましたね。藤井竜王が初めて AI に触れたのが奨励会3段の時だそうで、伊藤さんは初段。今は将棋を覚えた頃から AI が身近にありますけど、そういう新世代の指す将棋はどんなところが変わってくると思いますか？よく聞かれますけど、難しいですね。自分も AI の評価値にどっぷり使っているので、AI ネイティブの方たちと大きく変わることは想像できませんけど。伊藤さんが将棋を覚えたばかりの子にアドバイスをするとして、AI を使うことはお勧めしますか？奨励会に入るぐらいの気力があれば使っていい気はします。ただ将棋を覚えてすぐに AI を活用するのはなかなか難しいのではないでしょうか。ある程度基礎を身につけてからの方が効果があると思います。AI で序盤の局面を研究していくことと、将棋の根本的な実力をつけることは矛盾しますか？それともしませんか？将棋の根本的な実力をつける方法というのは自分でも分かっていません。それがあれば教えてほしいです。笑い。ただ現在は対局で現れそうな局面を AI で研究することの比重はどうしても大きくなっていますね。自分だけが知っている局面になればかなり有利なので、即効性がありますから。大事なのは中終盤の力だという意見は今も根強いですが、それはどう思われますか？確かに強い終盤の力は大事です。ただ序盤の段階で形勢を損ねることが多いと、長く勝っていくのは厳しい気はします。今 AI での序盤研究は必須で、若手棋士の競争は激化していると思いますが、いかがでしょうか？
やっぱりみんなソフトを使って研究しているので、序盤の準備は毎局、大変です。覚えることがものすごく多くなっていて、忘れていたり記憶違いをしていたりすることもあります。似た変化でも微妙な形の違いで局面の結論が全く変わってきてしまうこともよくありますが、全部を正確に覚えきることはかなり大変だと思います。ベテラン棋士に聞くと、AI を使うようになってから昔より勉強時間が明らかに増えているという言い方をします。これから先、棋士の勉強時間はさらに増えていくと思いますか？今よりさらに勉強時間を増やすというのは相当に大変なことだと思います。ずっと先のことはわからないですけど、今の段階でも AI を使った序盤研究は煮詰まってきている気はしています。伊藤さんの現在の将棋の主な勉強法は何ですか？研究会で指した将棋を後でソフトで振り返るサイクルがメインです。詰将棋は解きますか？そうですね。時間があれば解いています。詰将棋パラダイスや将棋世界の詰将棋サロンを解いています。詰将棋は好きな方だと思いますね。研究会や VS は平均すると月にどれくらいの頻度でやっていますか10日から15日ぐらいですね。伊藤さんは月の公式戦が平均5局ぐらいあるので、かなり多いですね。でも、自分の周りではもっとやっている人もいるので、そんなに多いとは思っていません。永瀬先生、拓也王座はその代表です。永瀬先生には三段の頃から指していただいて、今は VS や研究会で月に何回か教わってます。永瀬さんはタイトル戦の移動で地方に向かう日の朝や、東京に戻った日も午後から研究会をやっていますよね。苦笑、すごい感覚だなぁと。自分はあまり真似しようとは思わないんですけど、笑い、それだけ将棋に対する熱量がすごい。永瀬先生は日々のほとんどの時間を将棋に捧げられています。あらゆる戦型の知識が豊富ですし、読みの量などでもやっぱり強さを感じます。伊藤さんが練習将棋を指されている佐々木勇気七段も、若手は将棋が趣味じゃないとついていけないという言い方で現代の将棋界の競争の過酷さを表現していました。それを聞いてどう思いますか？そうですね。確かに自分の場合はあんまり趣味とかを多くやると競争についていける気がしません。でも、佐々木勇気さんは多趣味のような気がしますけど、笑い。ははは。確かに佐々木さんはスノーボード、ゴルフにサウナと多彩ですよね。伊藤さんは完全オフの日は作りますか？いや、オフは全くないですね。将棋以外で特にやりたいことはありません。毎日、必ず将棋には触れています。毎日、将棋漬けでしんどくはありませんか？それは全くなくて、むしろやってないとどんどん遅れていっちゃうような感覚があります。自分は将棋をやらない方が違和感がありますね。伊藤さんに趣味はないんですか？将棋ということになるんですかね。ふふふ、笑い。伊藤さんが人生で一番喜びを感じるのはどういう瞬間ですか？対局に勝った時です。やっぱり自分は将棋にかけているところがあるので。先ほど高校を辞めた話をしていましたが、高1の1学期に決断したんですよね。そうですね。もちろん棋士を目指しているとはいえ、傍から見るとすごい決断だと思います。どういう心境だったのですか？自分は中学3年で三段に昇段して、棋士になるという目標がかなり明確にある中で、学校に行く時間はあまり必要ないと思って決断しました。両親にはもちろん相談して、最初は反対されたんですけど、最終的には自分の意思を尊重してくれました。高校に行かぬも一局、行くも一局だと思いますが、今高校を辞めてよかったと思いますか？辞めてすぐにプロになれたわけではありません。高校を辞めても三段リーグでなかなか結果が出ない、かなり辛い時間が長かったんです。結果的に三段リーグは5期目で突破できましたが、2年半かかりました。ただ棋士になってみると、三段で苦労した時間も無駄ではなかったと思うようになりました。辞めてよかったかどうかはわからないですけど、少なくとも後悔はないです。お父様の職業は弁護士です。伊藤さんには将棋という道が早くからありましたが、進学校に通われていて学校の成績も良かったはずです。弁護士になろうと思ったことは一瞬でもないですか？いや、ないですね。将棋棋士になる以外の道を考えたことはありません。伊藤さんには寡黙なイメージがありますが、
ご自身ではどういう性格だと思いますか？おっしゃる通りですね。人見知りであまり積極的に話したがらない感じです。なぜかはわかりませんが、昔よりも今の方がその傾向が強いのかなという気がしてます。同世代の棋士や奨励会員とはどういう話をしますか？自分は将棋以外のことをあまりやってきていないので、将棋や将棋界以外の話題があまりないです。寡黙なことと話すことが苦手というのはまた別だと思うのですが、伊藤さんは話をすることは得意ですか？いやー、苦手ですね。棋士になって取材やインタビューを受ける機会も出てきたと思いますが、自分の思いをうまく伝えられていますか？インタビューを受けるたびに、自分の思っていることを言語化する難しさを感じています。そもそも自分が何を思っているかはあまり明確に分かってない部分もあるので。伊藤さんは人を笑わせることは好きですか？そうですね。笑わせられるなら、笑わせてみたいという気持ちもあります。お金の使い道を教えてください。お金はほとんど使わなくて、現状は貯金が主ですね。人生で一番高い買い物は？三段の時に父にデスクトップパソコンを買ってもらって、自分が棋士になったら半額を返すという約束だったんです。かなり高額だったんですけど、その期の三段リーグで昇段することができたのでいい買い物でした。お金はもう返しています。笑い。高額なデスクトップパソコンはやはり違いましたか？それまでは普通のノートパソコンで研究していたので、全然違いましたね。ノード数によって局面の評価は結構変わってくるので、ハイスペックの方が正確な評価値が出ます。それで自信を持ってその手を対局で指すことができたのも大きかったですね。結論を出してくれるまでの時間も短くなったので、効率も良くなりました。伊藤さんにとって藤井聡太という棋士はどういう存在ですか？一生、目標にし続けていく存在です。普段から藤井さんの将棋はより注目して見ていますけど、今は本当に勉強させていただいている感じです。伊藤さんから見た藤井さんの凄さは？読みの深さと集中力は、自分とは全然違うと感じます。伊藤さんだって対局では集中しているのではないですか？自分は結構、気が散りやすいタイプで、集中力はあまりない方だと思います。意識的に別のことを考えているわけではないんですけど、何かが浮かんできてしまうことがあって、そこは課題ですね。今期の NHK 杯で藤井竜王と対戦して敗れています。インタビュー時、かなり注目を集めた対局でしたが、振り返ると、とても楽しみにしていた対局でした。こちらが序盤でかなりまずい展開にしてしまったのが悔やまれます。一瞬、難しい局面もあったと思うんですけど、そこで時間を使って正しい順をさせなかったのも残念ですね。自分は終盤もそれなりに際どいのかなと思っていたんですけど、実際の形勢は悪くて、藤井さんに堂々と指されてしまいました。藤井さんの見切りの速さを感じました。残念な結果でしたが、伊藤さんは敗北を引きずるタイプですか？それともすぐに切り替えられますか？あまり引きずらないようにはしてますけど、切り替えがうまい方かと言われるとちょっとわからないですね。すぐに次の対局があることが多いので、そこに向かって準備をするうちに切り替わる感じです。その藤井戦は NHK 杯で、先ほど言っていた、あまり好きではない、という早指し戦でした。やっぱり早指しだと、どうしても自分で納得していって進めていくのは難しい。また藤井さんとは長い持ち時間で対戦してみたいです。現状、力の差はかなりあると思いますが、それでも対戦してみたい気持ちは強いですね。伊藤さんは今後、何を目指していきますか？目の前の一局を納得のいく一局にしたいです。あまり先のことは気にせず、目の前の一局に集中していきたいです。てっきりタイトル獲得かと勝手に考えていました。実績的なところの目標はいかがでしょうか？もちろんタイトル戦に出たいという気持ちはありますが、現状は気力不足です。まずは一局一局を納得のいく将棋にして、その結果良い成績を取れればいいと思っています。棋士から藤井竜王名人について質問していることもあるとはいえ、伊藤七段から藤井さんという言葉は、このインタビュー抜粋の中で6回現れた。現状、力の差はかなりあると思うが、それでも対戦してみたい気持ちは強い、と語った伊藤七段。今回自らの力で、
タイトル戦に出たいという気持ちを実際に体現し、実現することとなった。5段、6段、7段とものすごいスピードで駆け上がる伊藤匠7段。そして八冠に向けて永瀬王座との王座戦対局や佐々木大地七段との王位戦対局が続く藤井聡太竜王名人。各タイトル戦が目が離せない日々が続く。